とりあえず最低限の装備品で稼働艦艇を確保する、そういう話だったでしょう。だが特に対空戦闘能力については早急にアップデートを頼む。もちろんです。で、戦闘の結果はいかがだったんです？ヘリで帰っちゃったもんね。戦闘と呼べるものではなかったな。オルセン湾の敵はドンク諸島に後退しつつあったので、これを追撃。ミサイル及び手法を用いてフリゲート、小海艇等を合計11隻撃沈。またカモド港島に集結しつつあった敵陸上戦力を艦砲射撃で無力化しました。要は一方的すぎて映像として記録しておくほどのものではなかったということだ。ろくな戦訓も得られなかったと。そういうこと。じゃあ改めてスペック上の課題を上げていこうか。何度でも言うけど防空能力が貧弱すぎる。レーダー幅域が半径3キロじゃ探知してからの迎撃機会を保証できないでしょ。最低でも倍の6キロは欲しいね。防空能力を最大限発揮するには敵とはそれ以上の距離を保たねばならないでしょう。より長距離の水上捜索レーダーと攻撃手段が必要です。元潜水艦乗りとして言わせてもらえば、ソナーのない船は武器標的と同じだぞ。好き勝手言いますけどね、もう予算がないんですよ。特に残業手当。予算がなければサビ残すればいいじゃない。ああ、私も連邦に内通しちゃおうかな。なあ、勘弁してね。予算は陸軍から融通できるよう調整してみましょう。ただし一つ条件があります。このコンテナと対応トラックの開発が予算獲得の条件だったってこと？まあそんなところかな。保持部門の装備品のテストにわざわざ佐藤中佐がついてくるの？これはただの補給改善の装備品じゃない。火山の麓まで運んでテストするのも連邦に察知される可能性をできるだけ下げるためだよ。ま、始まればわかるさ。こちら佐藤、周辺の写真撮影をしておきます。先に向かっていてください。了解。手順の確認もあるので中佐が追いつくまで現地で待機します。いやーい車っすね。しかも後期のシステム利用だから運転楽。開発も運用もその方がコストが下がりますからね。今回の本命はコンテナなのでトラック開発にコストをかけるわけにはいきません。コンテナの中身はさすがに大変そうでしたが、なんとか形にしてくれました。あ、この丘の上ですよ。坂道も問題ないですね。トラックの細かい確認は今後また別の機会にしましょう。どのあたりに止めます？他2両の右側に端子の口が左にありますから。管区司令、準備はよろしいですか？いつでも始められますよ。よし、では早速展開しましょう。全員降車。ではまずは指揮者とその他2両をケーブルで接続してください。指揮者、ケーブル。端子はここです。接続先を間違えないようにラベルを確認すること。ちょっと待って。なんでコンテナにこんな端子が？ CP、レーダー。ほらほら、さっさとつないで。この配線作業は機動性を下げますね。なんとかなりませんでした。コンテナに収めるには分割が必須でしたし、混線や妨害を避けるには優先接続が一番です。こっちは VLS って書いてあるけど。そっちは4本つないでね。よし、全部つないだよ。了解。では指揮者に入ってシステムを起動しましょう。ああ、中佐。さすがに軍人は筋力あるな。全然開かないじゃないすか。電源が落ちてもロックが外れないようにしたんだけど、レールが干渉して開けづらい。開きましたね。これは。さて、ではシステムを立ち上げていきましょう。座席右のサーバー、下あたりにシステムのパワースイッチがあります。まずはそれをオンに。これですね。車両用なのでモニターが小さめですが、問題なさそうですね。次に、サーバー右端の VLS ユニット初期化を実行してください。状態がレディーになっていれば、システムが装填済みミサイルを把握できています。次はレーダーの起動を。格納されていた対空レーダーが立ち上がり、捜索を開始します。姿勢の補正を行った上で目標座標を計算しますので、斜面でも問題なく展開可能です。最後に、SAMを運状態にすればシステムの起動完了です。こんなもの作ってたのか。
艦艇に搭載する対空システムのベースを作りつつ、陸軍からの予算も引っ張れる。コンテナ型にすれば、艦艇や航空機を利用した遠距離の機動も容易です。洋上のみならず、陸上の戦闘における防空能力の向上もまた非常に重要です。そのための装備品、それが、この機動防空システム、マッツです。というわけで、機動防空システム、通称マッツが、分割された指揮ユニット、レーダーユニット、ミサイルユニットをコンテナに収めている。中身のシステムやミサイル類はすべて、本命の艦艇搭載用システムと同じものだ。対空レーダーは、ファランクスレーダーを9機連動させた回転装索式。6キロ、12キロレンジが4機ずつと、頂点方向の組み合わせだ。この組み合わせにより、特に高度4000メートル以内の目標は遠距離から探知することができる。探知した目標情報は順次指揮ユニットに送信され、兵器統制システムで管理される。統制システムは更新情報から目標の速度などを推定して表示するとともに、標緯度を計算、高脅威目標を捕捉した場合、射撃管制システムに情報を送信する。FCS では、高脅威目標がある状態でトリガー入力を受けると、発射信号を VLS に送信。発射後も、更新された座標情報を VLS 側に流し続ける。ミサイルとの通信は、VLS セルが担当するというわけだ。合わせて、システムの探知範囲とマッチした射程距離の対空ミサイルも新規開発。近接進艦で中弾頭を起爆させることで、撃墜成功率を高めているはず。そこは自信ないんだ。今回の設計で少し工夫したのは、各 VLS セルとの信号伝達だ。WCS、FCS と各セルとの通信経路は、この図のようになっている。セルから FCS への通信はそれぞれ個別のコンポジット信号を使用するが、FCS からは、宛先セルナンバーをつけた信号を一斉送信する。各セルは、自分のナンバーと一致する信号を受理し、それ以外は無視するわけだ。なんで一斉送信？マイコンは最大でも66サイズ、36ノードしか扱えない。全セルと個別に双方向通信なんかしたら、それだけでいっぱいになってしまうよ。あと、配線が面倒。そっちが本命じゃん。VLS 系統の初期化を開始すると、FCS から全セルに対して初期化開始の信号、周波数管理システムから戦闘セルにSAM用通信周波数を送る。戦闘であるとプロパティで指定されたセルは自分の周波数を確保し、次のセルに信号を渡す。受け取ったセルは、自分が2番セルであることと使用周波数を記録し、次セルに信号を渡す。このように信号をリレーすることで、各 VLS はセルナンバーと使用周波数を取得する。周波数を得た各セルは FCS に、ミサイルが有効かどうかを報告する。以降、FCS への報告は常時行われるが、セル間のリレー通信は初期化以外行わない。戦闘などで一部のセルが破損した場合でも残りのセルに影響を与えず、FCS から見て生きているセルに命令を出せるからだ。配線の手間を削減しつつ、生存性も一応考えたわけだ。主力艦艇に搭載するシステムである、という前提で設計しているからね。さて、そろそろ時間ですね。倉庫で埃をかぶっていた対艦ミサイルをレーザー誘導に改造して、ヘリにポン付けしました。攻撃ヘリのテストも兼ねてるのかい？攻撃ヘリというにはやっつけすぎるかな。中佐、配置につきました。そちらのレーザービーコンが視認できます。了解。管区司令、レーダーを確認しましょう。位置は北東方向、約6キロの地点です。これで映ってなかったら受けるね。やめようね。その時は、またクリエ島に軟禁するだけですよ。家に帰らせてね。よかったですね。とりあえずご帰宅は叶いそうですよ。では、これよりミサイル迎撃試験を実施します。使用弾数4発。2発は手動。残り2発は自動モードでの射撃とします。標的はここ。そうですよ。なるほどね。開発失敗してたら自動で責任まで取れる試験ってわけだ。やめようね。サム、レーダー起動よし。システムモード、半自動。モンジャよりセイバー、SSM、1発発射。セイバー了解。SSM1 発発射。さあ、来ますよ。これ、アラート音とかないんです。あれ。ブザーなるようにしたはずなんだけど。軟禁コースかな。ですね。サムを発射しました。左側モニターには、1番セルにトラックナンバー4番を割り当てたことが表示されています。命中です。ミサイルからの信号が途切れたので、ノーシグナルの表示に変わりました。設計通りの動作です。半自動モードでは、今のように高脅威目標の抽出までを自動で、発射は手動で行います。セイバー、
SSM 再度発射。脅威度の判定は数回の速度推定を行った後に実施されます。推定値を平均化して正しい速度に近づけるためです。サム、発射します。対空ミサイルは中間誘導の情報から目標の未来位置をざっくりと予想し、そこに向かいます。命中、目標を撃墜しました。あのような直線軌道のミサイルであれば問題なく撃墜できます。では、次は自動モードを試しましょうか。そこのスイッチでモード3、自動モードに切り替えてください。これで高脅威目標を発見したら即座にサムが発射されます。よし、セイバー、次は自動迎撃の試験だ。一発発射。了解。 SSM 発射します。目標を探知しました。脅威度判定後、自動で迎撃を開始します。従来システムよりも遠距離から探知できることで迎撃に余裕が生まれました。この距離と速度なら失敗しても再攻撃が可能でしょう。間もなく命中。スプラッシュ。次がラストですね。違う種類のミサイルで攻撃できればもっと試験の幅が広がるのですが、今回はあくまでシステム全体の動作試験ということで。やはり初期ターンに無駄があるな。目標の位置に応じて初期ターンの動作を変えるように改良しましょうかね。それがいいでしょう。これではより近距離の高速目標には対応できない。ひとまずシステムが設計通り動作することは確認できました。セイバー、試験終了だ。周辺環境のデータを収集後帰答せよ。改善すべき点はまだありますが、システム全体の動作としては問題なさそうです。この方向性で引き続き改良を進めてください。わかりました。このマッツについてもアップデートを随時反映するようにしておきます。ところで、その北の観測機は何です？随分高いところにいるようですが。沿岸警備隊の機体ではないのですか？違いますね。高度4000に要救助者はいないでしょう。こちらもんじゃ。223空にスクランブルをかけろ。FJ ワーナー上空に未確認機、高度4600。HQ 了解。もしかして今までずっと上空を偵察機がうろついていたのでは？高度4500を探知できるレーダーがなかったから気がつかなかっただけで。可能性はある。至急マッツを基地防空用として各地に配備しましょう。この高度からでは大した情報は取れないでしょうが、だからとて好きに飛ばれては困る。そうですね。でもそれなりに高価ですよ。数を揃えるのは難しいのでは？予算の範囲内ではね。そこでこのコンテナを運んでいるトラックの出番ですよ。それはどういう？民間事業者と同じようにコンテナを輸送すれば小銭が稼げるでしょう。それは本国に知れたらまずいのでは？中佐、不明機は海中に突入。水没しました。回収は不可能です。やはり無人機か。ところで彼女寝てません？寝てないよ。でもなんていうか、ずっと同じ景色だし絵面が地味だよね。それはそう。なんとかしてくださいね。それもうちの管轄なの。わかりました。今後は別の方法を検討しましょう。あなたの話では、ソーヤーには最大3000レンジのレーダーしか存在しないのですよね。高度4000以上にとどまっていた偵察機が、なぜスクランブルを受けるのです？そちらに内通者でもいるんじゃないのかしら。我々からの技術供与で完成させたあの揚陸艦を、あなたはソーヤー管区に修理させた。あれは、情報をソーヤー管区、ひいては王国本国に渡すための策だったのでは。我々はそのように疑わざるを得ません。態度をはっきりさせるべきですね。我々につくのか、それとも元鞘に収まるのか。副司令と別々に、どこかに監禁してください。始末してしまっては？生かしておけば使い道もあるでしょう。私は艦隊に戻ります。引き続き、逐次報告を。